皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by Aya を聞いてくださってありがとうございます。今日は私が勉強しないで韓国語を話せるようになるまでの話と科学的に有効な記憶方法についてお話ししたいと思います。そして今日は上級者向けに自然な速度で自然な言葉を使って話します。スクリプトもあるので、よければ概要欄からご確認ください。それではまず私が韓国語を勉強しないで話せるようになるまでの話についてお話ししたいと思います。本題の前に今私は韓国語を話せると言いましたが、完全にネイティブの人が言っていることを 100% 理解できるというわけではありません。今、トロントに韓国人の友達がいて、韓国人の友達と会話をするときは、80から90% ぐらいは韓国語を使っているかなと思います。でも、もちろんその友達もきっと私に対して難しい言葉とかスラングとかではなくてわかりやすい言葉を選んで話してくれていると思います。ただ、基本的なことであればだいたい理解できるかなという状況ですね。これが私の今の韓国語のレベルです。で、勉強しないでと言いましたね。でも、何もしないで急に話せるようになったわけではないです。勉強しないというのは、教科書で文法を学んだり、単語を学んだり、そういうことをしてこなかったという意味です。じゃあ、何のおかげでこれまで何をしてきたからこれくらい話せるようになったのかっていうことを一度振り返ってみました。そのことについてお話ししたいと思います。私が韓国語を最初に聞いたのは多分小学生の頃、12歳とかそのくらいの頃だったと思います。韓国ドラマを見始めました。クンというドラマです。今から20年くらい前ですね。当時はドラマといえばもちろん日本のドラマが主流だったので、友達の中で韓国ドラマを見ている人はいませんでした。きっかけは私のお母さんでした。お母さんのお友達が面白いよーとおすすめしてくれたようで、私も見るようになりました。で、その時はネットフリックスなんてものはなかったので、お母さんがお母さんのお友達から DVD、もうブルーレイとかじゃなくて DVD を借りて見ていました。そのドラマの原作は漫画だそうなんですが、コミカルなラブコメって感じでとても面白かったです。私もお母さんもハマって、そのお友達に他にもおすすめのドラマがあれば DVD を貸してもらって見ていました。あとは BS 放送っていうテレビ放送があって、それは通常のテレビ放送とは違って少しニッチなプログラムを放送しているものなんですね。そこでもいくつか韓国ドラマを見ることができました。数年後には韓国ドラマがどんどん有名になってきて、朝とか夕方とか BS じゃない普通のテレビ放送でも放送されるようになりました。高校生になった頃には韓国ドラマを見ているよっていう友達も何人かいて、お互いにこれ面白いよとかって話すようになりました。
特に大学生になってからは動画配信サービスがどんどんメジャーになっていったので、もっと気軽に韓ドラを見れるようになりました。どのくらいの時間見ていたかというのは時期によって変わりますが、同時に2作品見ていることもありましたし、面白いドラマがなければしばらくは見ていないみたいな時期もありました。こんな感じで中学生の頃から今までずっと韓国ドラマを見ることは趣味の一つです。なのでもう20年ぐらいですね。ずっと韓国ドラマを見ています。とっても長い時間ですね。でもこれは私が韓国語を話せるようになった理由の中であまり大きな要因ではないと考えています。それはやっぱり字幕を読んでしまうので、日本語で会話の内容を理解してしまうからだと思うんですね。まあでも全く無意味だということではなくって、自分で話すことはできないけど、聞くと、この言葉あの意味だったなっていうふうに理解できるくらいの言葉がいくつかできるという感じですね。じゃあ、カンドラの他に何かしたのって話ですね。二つ目は K-POP です。これは私の韓国語リスニングレベルをぐぐっと上げたものだと思ってます。私が3年か4年前とかかな、急に K-POP にハマりました。もともとは全く興味がなくって、みんな同じ顔じゃんと思っていました。でも友達におすすめされていろいろな動画とかを見ていたら、あっという間にそのアイドルの沼にはまりました。で、なんでこれがリスニングレベルを上げるきっかけになったのっていうと、字幕のない状態で韓国語を理解しないといけない状況が増えたからです。K-POP アイドルってインスタグラムとか YouTube とかいろんな SNS でライブ配信をするんですよね。で、そうすると生配信なので基本字幕がないんですよ。まあそうですよね。なので字幕がない状態で何を話しているのか一生懸命理解しないといけないんですよ。何を言ってるかを理解するためには頑張らないといけないんですね。もちろん最初はとっても難しかったんですけど、そのライブ配信も少し時間が経てば他のオタクの方が日本語字幕をつけて YouTube に載せてくれたりするんですよ。切り抜きとか。それで単語と意味がマッチするようになっていったという感じです。で、その結果、これまで韓国語のフレーズとか音だったものが単語としてよりクリアに聞こえるようになりました。そうすると、もっと聞き取れる単語が増えて、自分のボキャブラリーが一気にレベルアップして、で、その文章全体の理解度も上がっていったんです。なので、ここで初めて勉強ではないですけど、単語の意味っていうものを意識し始めました。ただ、もちろん聞いているだけなので、先ほどお伝えしたようにリスニング力は上がりましたが、かといって話せるわけではなかったです。オタクになってから1年後に韓国旅行に行ったんですけど、やっぱりお店の人が話している言葉を完全に理解するっていうのは難しかったですし、それにもちろん韓国語で返事をすることはほとんどできませんでした。例えばお買い物をした時、袋いりますかと聞いてくれたことに対して大丈夫ですというその簡単なフレーズさえもなかなかスムーズに出てこないみたいな、そのくらいのレベルでした。なのでやっぱりわかる言葉は増えても話すことっていうのはなかなかうまくできるものではありませんでした。
それで最後のターニングポイントです。私のスピーキング力を上げてくれたのは、カナダでやっていた仕事です。仕事をする中で韓国語を話さないといけない場面があったからです。去年、カナダのワーホリビザを取得してトロントに来ましたが、職場は韓国系のネイルサロンでした。11ヶ月働きました。オーナーは韓国人でしたが、ありがたいことに日本語ができたので、オーナーとの会話は全部日本語でした。同僚は韓国の方一人で英語ベースで会話していました。じゃあ、いつ韓国語を話したのということなんですが、お客さんですね。やっぱり韓国系のネイルサロンなので、だいたい感覚で言うとお客さんの半分くらい、もしくはそれ以上が韓国の方なんですね。で、若い方は比較的英語が話せる方が多いんですが、時々英語が話せないよというお客さんがいらっしゃったんですね。そうなると通訳してくれるような人はいないので、なんとか自分たちでコミュニケーション取らないといけないんです。最初はとっても難しかったです。なので、同僚と同僚のお客さんの会話を盗み聞きしてフレーズを覚えたりしました。ラッキーだったのは、日本語と韓国語の文法が似ていたということだと思います。頭の中で日本語の単語を韓国語に入れ替えるだけで良いので、あまり混乱しないで済みました。ネイルをするために必要なフレーズが言えるようになってくると、お客さんが私が韓国語が話せる人だと思ってしまうようで、韓国語で世間話をされることが増えました。これまでの趣味のおかげでリスニングはある程度できたので、簡単な言葉を使いながら返事をして会話もするようになりました。そうすると、オーナーがある時それに気がついて、英語が話せるお客さんにも、いやらば、あやさん、韓国語話せるんですよ、なんて言うので、これまで英語で話していたお客さんも、韓国語を使うようになったりしました。なので、会話をする中で、新しい単語を学びながら、アウトプットするような日々でした。仕事を辞めた今も友達でありルームメイトが韓国人なので毎日家で韓国語を話しています。そのおかげで私の韓国語レベルは韓国語だけでもある程度の会話ができる程度にまでなりました。長くなってしまいましたがドラマを通して韓国語の音に慣れて意味を理解しようとしながらリスニングをするようになった結果、ボキャブラリーが増えて、反強制的な会話トレーニングをすることで、話すこともできるようになったという流れでした。そして今、話せるようになって思うことは、やっぱり話す練習をしないと話せるようにならないということです。これは科学的にも根拠があるようで、実際に話を聞くときに使う脳みその部分と、話すときに使う脳みその部分は違うみたいなんですね。なので、聞いたからといって話すのに必要な能力が高められるわけじゃないみたいです。私はオンラインで日本語のチューターをしていますが、生徒の皆さんに対しては、なるべく日本語を使って話してもらえるように気をつけています。もし人とうまく話す勇気がないなという方であれば、今は AI を相手にして会話の練習もできるので、ぜひ AI を相手に話す練習をしてみてほしいなと思います。私のお話はここまでにして、最近知った効率的な記憶方法についてお話ししたいと思います。
これは科学的に根拠がある方法、エビデンスがある方法だということで YouTube で紹介されているのを見ました。私が見たものは概要欄に URL を載せておこうと思うので、ぜひ興味がある方はご覧ください。そのコンテンツでお話ししてくださった方は、2つの方法があると言っていました。1つ目はアクティブリコールです。そして2つ目は感覚反復です。1つ目のアクティブリコールは、学んだことを能動的に思い出すという行為です。具体的には、教科書や単語帳でインプットをした後に、何も見ないでそれらを思い出そうとすることだそうです。その方は何か情報をインプットした後、何も見ないで白紙に誰かに教えるように声を出しながら覚えたことを書き出すという勉強法をしていたそうです。そして2つ目の感覚反復です。人間は時間を空けて復習することでより長い期間覚えていることができるようです。つまり1日にたくさんの時間勉強するよりも、毎日少しずつでも復習をしながら学習をする方がいいということでした。これを前提に考えてみると、言語学習の中での話すという行為自体がアクティブリコールに似ていると思うんです。学んだ言葉を使って話してみたりしますよね。私の場合は勉強ではありませんでしたが、日々仕事をする中で単語をインプットして、それを必要な時に使ってみるということをしていたので、少しずつですが、スムーズに言える単語が増えていったのだと思います。また、この方法を活用するためには、話し相手がいなくても可能だと思うんです。独り言でも十分に意味があると思います。私も英語力アップのためにたまにするのですが、食器を洗いながら独り言を言ったりします。そうすると、これ英語でなんて言うんだろうみたいにわからない単語が把握できたりしますし、そこで話を中断せずになんとか違う言葉で表現しようとする臨機応変さも身につくと考えています。誰かと会話をすると予想外の質問とかが来るので、独り言はやっぱり少し負荷の少ないトレーニングにはなると思いますが、それでも時間を有効活用できますし、とてもメリットのある方法だと考えています。でも、それももし難しいよっていうことであれば、書いてみるだけでもいいと思うんです。何か自分が言いたいことを書いてみる。で、書いてみると文字の勉強もできるのでいいですよね。やっぱり日本語は文字が多いのでね。あとは話すよりもゆっくりしたペースでアウトプットができるので、知識の整理もしやすいと思うんですよね。なので、ちょっと話すことは難しいよ、独り言は難しいよっていう方は、書いてみるっていうことをしてみるといいのかなと思いました。もし自分の書いた文章に自信がないよとか、合っているか確認してほしいなっていう方がいれば、今私が日本語の文章を添削するよっていうサービスを提供させていただいているので、もしよければご活用いただければと思います。私のチャンネルの説明文のところにリンクを載せているんですけど、正しい日本語となぜ間違いかの説明までお伝えするサービスを提供したいと思っています。まだ始めたばかりでとてもお手頃価格で設定をしているので、もしちょっと自分が書いた文章を添削してほしいな、間違っているところもしあったら教えてほしいな、なんで間違っているかまで教えてほしいな、
っていう方がいたら、ぜひぜひそのリンクからご確認していただけると嬉しいです。私は普段はオンラインで日本語のレッスンをしているんですけど、中にはある程度の時間を確保するのが難しいとか、事前の予約が難しいという人もいると思うんですね。そういう方のお手伝いもできたらと思って始めてみました。なので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひこの私のチャンネルページをご確認いただければなと思います。これで私の今日のお話は終わりになりますが、皆さんのおすすめの勉強方法があれば、ぜひ他の皆さんのためにもコメントで共有していただけるととっても嬉しいです。私も試してみようと思います。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またねー。